貧乏神と福の神。とんと昔、あるところにお百姓の夫婦が暮らしていました。二人とも働き者でしたが、どうしたわけが、いくら働いても貧乏で何も買えません。ああ、貧乏はもう飽き飽きだ。男は桑を投げ出してため息をつきました。たまには酒も飲みたいし、女房に着物も買ってやりたい。思い切ってしばらく町へ働きに行くか。男はにぎやかな町の様子を思い浮かべました。町へはもう何年も出かけていません。男がぼんやりしていると、そんな夢みたいなことを考えてないで、もっともっと働きましょう。私らには畑仕事が一番ですよ。おかみさんは大根を引き抜きました。お前の言う通りかもしれん。男は村の誰よりも働くようになりました。夜は夜で遅くまで、おかみさんとわら仕事です。おかげで少しは蓄えもできてきた。二人が話していると、この様子を屋根裏から眺めていた貧乏神がつぶやきました。二人にこう働かれては居心地が悪くなるばかり。困ったものじゃ。やがて何度か雪が降って、もうじきお正月です。男はおかみさんと久しぶりに一臼の餅をつきました。ペタコラペタコラぺったんこ。お一つおまけにぺったんこ。やれやれ、今年はこうして餅もつけたし、ありがたいありがたい。さて、その晩、二人がお供えの餅を丸めていると、屋根裏の隅の方からしくしく泣き声が聞こえてきました。おや、誰かいるのかな。泥棒ならめそめそ泣いたりしないはずです。誰だ。いるなら出てこい。へい、ただいま降りていきますので。現れたのは武将ひげを伸ばしたよぼよぼの貧乏神でした。私らが貧乏なのはお前さんが住み着いていたせいだな。どうして泣いていたんだね。わしの代わりに間もなくこのうちに福の神が入ってくるのだ。そしたらわしはこのうちから出ていかねばなんねえんだよ。とほほ。福の神が来たら追い返して今まで通り住み続けたらどうです。二人は貧乏神を慰めました。けどな、腹ペコでそんな力などありませんや。貧乏神が鼻水をすすると、そんな育児なしでどうしますか。お餅でもお魚でも担当食べなさい。おかみさんがごちそうを並べました。うわ、こんなごちそうは生まれて初めてじゃ。見たこともない。貧乏神の喜んだこと。こりゃあうまい。次々におかわりをして、ふう、食った食った。ほれ、この通りじゃよ。と満腹のお腹をなでました。なんだか体中に力が湧いてきたぞ。貧乏神は土間に降りると、よいしょ、どっこいしょ、と四股を踏み始めました。その頃、福の神は村の一本道をテクテク歩いてきました。わしが入るうちは確かこの辺りのはず。お、よっこいしょ、どっこいしょ、と景気の良い掛け声が聞こえるわい。あのうちに違いなかろう。福の神は早く貧乏神を追い出してやろうと道を急ぎました。福の神が戸を叩いて、おい、貧乏神、ここはもうお前の住むうちではない。わしが入れ替わるからとっとと出ていかっしゃれ。と言うと貧乏神が答えました。誰が出ていくもんか。
うちの人たちもお前を追い返せと言ってくれておる。そんなバカな。福の神ががらりと戸を開けて入ってきました。貧乏神は襟首をつかもうとした福の神に組みついていきました。負けるな貧乏神、それ頑張れ。福の神ははてなと首をひねりました。貧乏神を応援するなんて聞いたこともありません。貧乏神は福の神を家の外へ追い出してしまいました。福の神のやつ、何か落としていったぞ。貧乏神が拾い上げてみると、内出の小槌という不思議な宝物。この小槌は欲しいものを言って一振りすれば何でもすぐに出してくれるんだよ。さあ何から出せばよかろう。まさかそんな。男はおかみさんと顔を見合わせました。それなら早速出してみるか。貧乏神が小槌を一振りすると、米俵がゴロンと出てきました。おかみさんの新しい着物もピカピカの小判もじゃらじゃら出てきました。貧乏神は足りないものを次々に打ち出すと、わしは今日から福の神。そう言っていつまでもこのうちを栄えさせました。おしまい。